会議室に入ってて、そこで女性1人と男性1人が座るんです。男性の隣に座っちゃいますね。普通の企業の中でもそんな固い関係を作るのは、日本だと。確かにインターン生時代は月いくらぐらいもらってたんですか？Hello 皆さんこんにちは。タイボーズの英語コンテンツ担当アレックスと申します。よろしくお願いします。タイボーズ研修部の高橋丹です。私スイス出身で、スイスの外務省に入ってて3年ぐらい働きました。日本に来てから働き方の違いが目立ってて、その違いを紹介してみたいと思います。アレックスさん、驚いたこと何かありましたか？入った時は、もちろんコロナ前だったんですけど、リアルで打ち合わせをやりました。その時に気づいてたのは、打ち合わせの部屋に入るときに自動的に前の方に男性が座っていて後ろの方に全部女性が座っている。なんか自動的に分けちゃいます。ありますね、それ。ランク自体はなんか会議室に入ってて、そこで女性1人と男性1人が座ると、やっぱり男性の隣に座っちゃうんです。男性の隣に座っちゃいますね。あとは1個席を空けて座っちゃいますね。ありますね。CS だとなんか一番仲がいい人の隣に座っちゃう結局。だから女性か男性か関係ないですね。そこで面白かったのは、外務省が割と上下関係が強いところなんですけど、自分の国と違う国の方々が話すときに大使同士しか話してなくて、周りスタッフがあまり話してないと、意外と日本の普通の企業がその大使同士の会話になっちゃう。なるほどなるほど。偉い人と偉い人の2人で話して、他の人たちはうなずいてるとか、なんかメモしてるとか。大切な打ち合わせの時に一番偉い人がその真ん中に座ってて、結局その人たちの打ち合わせになっちゃう。普通の企業の中でもそんな固い関係を作るのは日本なんだ。確かに。もう一つすごくいいところ、すごくいい気づきがあって、日本で働くとお昼に食べるに行く時に安くてうまい選択肢がめっちゃあるんじゃないですか。スイスだとさ、1000円以降食べたいならケバブかスーパーでサンドイッチを買うしかない。1000円ランチはその2種類。そうファストフードというか。でもファストフードでもマックは1000円を超えちゃいますよ。スイスだと。そうなんですね。そうスイスのビッグマックのメニューが1200円だから。そんな高いんですね。高いです。美味しくないし。日本だとすごくない？なんかコンビニの弁当が美味しいし、お寿司とかも回転寿司なら1000円以降だし、美味しいものが本当にいっぱいあって、そして毎日なんか違うものも食べれるし、そんなにたくさんお金もかからないっていうのが素晴らしい。ちなみにアレックスはスイスの時は何食べてました？私コレステロール問題だけどケバブがめっちゃ多かったからだってインターン生の時はそんなに給料もらえないから、インターン生時代は月いくらぐらいもらってたんですか？インターン生の時は、45万。おお、結構もらってますね。外務省のインターン生は月45万。おわ、なるほど。じゃあ次いきますか。はい、日本の友達と話しながら、日本はやっぱりこのハードワーク文化って言ってました。普通の日本企業で働いている友達は確かに残業が多いとか、上司が帰らないと自分でも帰れないとか、そういうことは確かにあります、でも一つの驚いてたのは、日本って祝日めっちゃ多いんじゃないですか。言いますよね、それ。だからスイスだと1年間で祝日が9日間ぐらい、私の地元で。日本だと、何日ぐらいですかね。日本だと確か16でしたね。ほぼ毎月ある。そう日本だと最低的に1年間で有給休暇が10日間ぐらいです。祝日を足すと結局休む日が26日間ぐらいです。スイスだと20日間ぐらいの有給休暇がありまして、それに足して9日の祝日があって、結局29日になってですね。そういうふうに考えると差がそんなに激しくなくない？20日間もがっつり取るんですか、もう皆さん。それが一番大きい違い。休める時間が割と似てるかもしれないけど、実際に休む時間が日本の方が少ない。なるほど。日本の場合は自分で休みますって言いにくいけど、制度として祝日があるから休めてる。スイスの場合は祝日は少ないけど自分で休みますって言いやすいから、なるほど。結局でも同じぐらい休んでますよね。結局スイスの方が言いやすいからスイスの方が休むと思いますよ。確かに。あともう一つの気づいたところとしては、日本の働く制度の安定性が海外と全然違います。私スイスで3年間働いてて、その最初の1年間がインターン、次の2年間が契約社員、正社員までには進まなかった。外務省の場合だと3年働いてから正社員になれるっていうシステムがあります。アレックスさん、結構
いい大学出てるんですよね。まあ自分で言うのは恥ずかしい修士まで行ったけど最初は契約社員なんですね。そうですと、それが普通で、日本の契約の中にも試し期間みたいなのがあるんじゃないですか。基本なんか3ヶ月とか6ヶ月間ぐらい、大体皆さんがその試し期間を超えて普通の正社員になるんじゃないですか。落ちる人ってほとんどいないっていうイメージなんですけど、スイスは逆にほとんどの人は1年間インターンをして別の企業に行っちゃう。そこでは社員になれない。なれない。本当にインターンから正社員になる人は1割2割に過ぎない気がします。本当に少ないですよ。まあちょっと批判的に言うとインターンの方が圧倒的に安いんじゃないですか。そうですね。だからたくさんインターンを募集して、そのインターンの中から一番仕事ができている方とか特別なスキルを持っている方を選んでいて、その人を正社員にするコストを切るの一つの方法なんですけど、海外の現実です。なるほど。インターンから契約社員になれたっていうのは、じゃあ一つの関門は突破したっていうことなんですか？そう多分私の英語力のがおかげだったんですけど、別に特別な天才というわけではなかったんです。はい。そしてもう一つ気づいていたのは、細胞の中でも社長からでもこういう質問があるんですけど、海外ならどうですかっていう質問がよく来るんですね。なんかしちゃう気がします。私なんか日本以外の全世界代表にはなれないんじゃないですか。そうですよね。スイスならどうですかってなんとなく言える。アメリカにも住んだことありますし、イギリスで大学にいたので、大体欧米でどういう感じなのかなが分かるぐらい、海外でどうですかって言われたらどこの海外でしか答えられない気がします。日本は海外でひとまとめにしがちっていう。しがちですね。ヨーロッパならどうですかっていう質問はスイスの中でもしない。ヨーロッパの中に違いが多いから。確かに。でもアジアが若干遠いからアジアならどうですかってやっぱ聞かれます。だから私今日本に住んでいて、スイスに帰るときにアジアでこれはどうですかっていう質問も来るんですよね、スイス人から。それはアジアは分かんないけど日本はこんな感じって答えられます。遠くにある国ほどアジアっていう一括りにして全部同じような分類しちゃいがちだけど、実際にアジアにいるとアジアの中にもいろんな違いがあるよっていうのが認識できると。そうだから日本のすごいところは海外は全部遠いイメージ。そうですね。それがどこでも遠い。それが面白いところですね。皆さん聞いてくれてありがとうございました。いや、いろいろ違いというか驚くとこありましたね。これがいいこれが悪いっていうことを伝える意味ではなくて、私もスイスでしか働いたことない経験の時に全部が当たり前に見えちゃったんですね。でも実は他の国に働くと、自分の当たり前を疑うようにしちゃって、何かをどこまで疑えるとかどこまで改善できるっていうふうに考えるようになりますよね。そうですね。自分が当たり前だと思ってたものが実は特殊なのかもしれないって気づきますもんね。自分の当たり前が世界から見るとどこまで当たり前なのかなっていう、特に外国人と一緒に働いている方々が自分が当たり前と思っていることはおそらくその人には全然当たり前ではないので、ぜひいろいろ相談してみてください。本日の動画を見てくれてありがとうございました。もし何かコメントがあったらぜひ気軽にコメント欄で書いてみてください。そしてこの動画が好きだったら LIKE のボタンを押してみてください。もっとこういうようなコンテンツを見たくなったらこのチャンネルに登録してください。そしてまた次回までよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございます。About our stuff, oh yeah.